はい、皆さんこんにちは。こんにちは。マキとミカエルです。初めての動画なんですけど、はい、お互い教育関連の仕事をしてて、はい、マキは私は海外英語圏ですねに留学している生徒さんたちの学習サポートをメインでやってます。僕は、個人向けにフランス語と英語のプライベートのレッスンとか、あとグループのレッスンも行ってます。個人のチューターです。このチャンネルを始めたきっかけ。このチャンネルを始めたきっかけは、お互いバックグラウンドが結構インターナショナルなんだよね。私は両親が中国生まれで、私自身は日本で生まれたんだけど、で日本で中学まで卒業して、そこから高校と大学はイギリス行ってて、あとどんぐらい前かな、3年前ぐらいからフランス語を勉強してて、でレッスン行ったりちょっと独学で勉強したり、今年はホームステイ行ったりしてて。どこに行ったんだっけ？ベルギー。ベルギー。そう、ベルギーに2週間半、行ってたりとかしてて、今4カ国語目を、頑張って習得しようとしてて、そういうなんか結構いろんなバックグラウンドがあって、でミカエルの方は、僕はフランスと日本のハーフで、お母さんが日本人で日本生まれなんだけど、フランスに日本の高校卒業した後に留学して、正規留学でパリの大学に行ってて、で帰ってきて、会社で働いたりとかしたんだけど、今は独立して語学を教える仕事を始めて、半年以上経ってるな。もう1年弱そろそろ経ちそうな感じになってます。でバックグラウンドとしては、父親はフランス人だけど、フランスの中でも海外領土の小さなカリブ海にある島出身の父親で、お母さんは普通に東京出身、で大学にいた時にフランスの大学だったんだけど、中国語を勉強してて、今は日本語、英語、フランス語はどれもちゃんと喋れるんだけど、中国語を大学の時に2年間ぐらいちゃんと勉強してて、最近使う機会がないので、もう一回頑張んなきゃなって思って、4カ国語目頑張ってるところです。そこは一緒だね。3カ国語は流暢に話せて、で4カ国語目を頑張ってるところです、お互い。なのでこのチャンネルではいろんな国の文化だったりとか、あとはインターナショナルな視点で日本の文化を見ていったりとかしたいなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。1本目の動画のテーマはズバリクリスマスです。もうそろそろですね。そう、多分公開する頃はクリスマス1週間前とかだと思うんですけど、で気づいた？私赤い服を着てるんだよ。今日クリスマスだからちゃんと全然空気読まずにネイビーで来ちゃいました。実はめっちゃ意識してて、あと今日はお正月の動画も撮るから、それもちょっと合わせてね、中国の旧正月とか。赤ですか？そう、テーマのカラーは赤だから一応意識してます。内側のヒートテックだけ赤い。あ、そうなの？見えないからいいんだけど。珍しいね。赤も一応好きです。じゃあクリスマスについてだけど、どうしようか。どの国から行こうか。留学してたんだよね、確かね。そう、留学してて、イギリスの、ボーディングスクールっていう全寮制の学校に行ったんだけど、結構伝統的な学校だから、カトリック、キリスト教の中でもカトリックっていう宗派の学校だから、結構それに沿った行事が行われてて、それこそクリスマスなんかはすごいキリスト教の行事だから、クリスマスディナーとか毎年しっかりしたの楽しい。そう羨ましい。そうちゃんと開催されてて、ボーディングスクールだったりオックスフォード、ケンブリッジあたりのすごい伝統的な学校が毎年クリスマスディナーやってるイメージかな。イギリスの伝統的というかクリスマスディナーで食べるもの、といったらローストターキー。ターキー。そう。フランスも一緒です。あ、本当？一応ターキー食べるけど、フランス語だとダンド。ダンド？ダンドオマホン。ダンドオマホン。マホン。栗を入れる。ターキーに？そう。っていうのが一番クラシックなクリスマス。そうなんだ。イギリスはターキーはどんな感じで？ターキーに
確かちょっとうろ覚えなんだけど、グレービーソースって言って、イギリスのね、そう何でももうローストしたものに何でもかける、マジックソースだ。そうそうそう、なんか茶色い、まあ、すごい美味しいソースがあって、だしたくさんだね。そうだし、お肉とか野菜のだしがたくさんのソースに、あとクランベリーとか、クランベリーソースとかもつけるかな。あとはクリスマスプディングって言って、プディングってイギリスではケーキっていう意味なんだけど、クリスマスプディングの特徴は、ラム酒がいいね。大量に、お酒好きか。お酒好きだし、カリビアンなんでラム酒大好き。あ、カリブなの？カリブはラム酒の名産地。知らなかった。サトウキビいっぱい取れるから。あ、そうなんだ。そうそう、ラム酒が大量に使われてて、もうなんか使ってるぐらい。結構じゃツンってする。もうめちゃくちゃお酒の味がするのよ。で、私お酒ちょっと苦手だからもうクリスマスプディングがもう超苦手で、なんか結構アルコール度数高いから火をつけて、で一瞬バーって燃えて、でその後に食べるみたいなのをやってた。こうフランベみたいな。あ、そう、フランベみたいな。ボワーってなってるの。そう、火がなんかバーってつくぐらいアルコール使ってるの。そうだからもうほんとアルコールの味しかしないケーキっていうか、なんだろうな、なんかもうお菓子です。なるほど。じゃあメインでターキーを食べて、その後そのプディングを食べる。そう、フランスはターキー、栗が入ったダンドンマロン食べて、ケーキはフランスケーキ知ってますか？切り株に似てるんですけど。はい。覚えてるかな？ビュッシュ・ド・ノエルです。ビュッシュはフランス語で切り株っていう。で、もともとはこうバタークリームみたいなので作るのが一番一般的な作り方。で、味はいろいろあって、例えばコーヒー味とかチョコレート味とか、あとは最近のパリの例えばパティスリーなんか行くと抹茶でやってたりとかあるんだけど、それはもともとトラディショナルなバタークリームで、最近のビュッシュは半分凍ってるの。ちょっとアイスっぽい感じ。そうなんだ。形はなんかこう円形で、ほんと切り株を切ったこの断面みたいなのがあって、でやっぱ人気なのは例えばバニラとか、あとお酒が入ったやつもあって、ゴーマーニュって言って、でフランスはデザートはビュッシュ、でも当然長いのでクリスマスディナーが、最初に必ず前菜で牡蠣を食べます。レジュイット。本当？聞いたことない。そうなんだ。オイスターですね。オイスターを必ず食べる。オイスターとフォアグラ絶対一緒に食べる。オイスターはどうやって食べるの？生です。生。そうなんだ。フランスはオイスターがすっごく人気で、もう年末になるともうオイスター食べる機会が一気に増えます。初耳だった。知らなかった？知らなかった。なんか例えば日本だと三陸とか広島の方行くと、やっぱり牡蠣はね、いいのいっぱい取れて、こんな大ぶりな牡蠣とかいっぱいあるけど、フランスはブルターニュ、あとはノルマンディ、なんか大西洋の一番パリから近い海の方、あの辺でよく牡蠣が取れて、小ぶりの牡蠣で、もうみんなお父さんの仕事だ。牡蠣を開けるのは。そうなんだ。僕もおじいちゃんがいつも開けてました。それは本当初耳だった。でそれを開けて、でフォアグラはフォアグラで必ず食べるんだけど、普通にフランスっていうとパン、バゲットとかいろんなフラサとかいろいろあるけど、フォアグラとか牡蠣と一緒に食べる時のパンは一応黒パンを食べるんだね。パンデセーグルって言って。決まってるんだ。なんかね、その方が美味しいのかな。それが基本的に、うち実はパン屋なんで。そうだよね。そう、実家がパン屋さん。僕のパリの方のおじおばのお家はパン屋さんです。そこですごくこうノエルの時はせかせか働いてたんだけど、ものすごい量のパンドセーグルが売れます。でやっぱりみんな口揃えて「今日は何食べるの？」って聞くと「フォアグラ」とか。牡蠣を食べる時はパンドセーグル、さっき言った円形の黒パンみたいなパンを薄くスライスして、先にバターを塗って、バターで胃をコーティングしてから牡蠣食べる。じゃないと当たることもあるから。そんな技があるの？
そうレモンか、あとはビネガー、ビネガーをこうエシャロットとあえたやつをかけて、その2種類どっちか大体その2パターン。そうなんだ。日本みたいに醤油ではない。確かに大体ビネガーとエシャロット、アメリカで食べた時とかもそうだった。やっぱそうです。海外はそのイメージかな。なんか早速今年のクリスマス食べてみたいかも。そうなんだ、知らなかった。日本のクリスマスって何食べたのね。日本はやっぱケンタッキーとか、やっぱ聞くよね。それよくチキンだよね。とりあえずチキンを食べるっていうのはやっぱ全国共通なんだね。多分ターキーがあんま主流じゃないから、チキンになっちゃったんだろうね。ターキーはやっぱりこうヘルシーだよね。めっちゃヘルシー。デコレーションについてはどうですか？デコレーションはイギリス街のデコレーションでいうと、ロンドンの中心地、私大学がロンドンだったので、よく行ってたんですけど、リージェントストリートっていう、リージェント、知ってる？なんかリージェントストリートっていう、一番中心の駅でいうとピカデリーサーカスからオックスフォードサーカスは行ったことあります。そう、それをつなげてるストリートが、リージェントストリートっていうんだけどショッピング街で、でそこが大体11月ぐらいから、もうすっごいキラキラになるの。もうなんかイルミネーションもう全部デコレーションされてて、夢のような世界。そう本当になんかもう街中が超キラキラしてて、全部表参道のああいう感じ。そう表参道よりすごいよね。表参道とかなんか大体木にさデコレーションされてるけど、建物にはそう建物と建物をなんかつなげてみたいな、なんかもうトンネルの中にいる感じ。そうもうなんか本当に規模が違くて、あと冬だけに出現するウィンターワンダーランドって聞いたことある？ワンダーランド？そうウィンターワンダーランドっていう遊園地が、ロンドンの中心のハイドパークっていう一番大きい公園に出現するんだよ。どれぐらい大きいの？大きさでいうとどれぐらいかな。なんかローラーコースターとかもあるの？ある。だからもう特設のローラーコースターだったりとか、あと観覧車、あとはクリスマスマーケットとか、あとなんだろう、ホットドッグ屋さんとか、なんかもう割としっかりした規模の遊園地が、その期間中11月から1月ぐらいかな、だけその公園に出現するんですよ。そうでそこももちろんキラキラですごい楽しかった記憶があるし、あとは街中のいろんなところにスケートリンク、アイススケートのリンクが設置されるの。なんか博物館の前だったりとか、あとロンドンアイっていう、観覧車のふもととかにも設置されてて、大学生の時とかそこ結構行って、もう本当に街中がもう冬のそのホリデーシーズンのムードになってて、一番包まれる感じ、一番好きな季節かも。だから旅行とかも、冬一番好き。冬絶対夏の方が良くない？夏天気はね、夏の方がいいんだけど、その冬の悪天候をもうカバーするぐらいめちゃくちゃ綺麗。そうなんだ。ロンドンも包まれる感じね。パリはまあ僕はパリに住んでたからパリのクリスマスしか見てないんだけど、やっぱりクリスマスマーケットっていうのは一応出るよね。パリの真ん中のシャンゼリゼ通りになんかそれらしき冬季限定のマーケットが出たりして、あとデコレーション、イルミネーションもやっぱりすごいしっかりしてるところはそう。やっぱクリスマスっていうと、もちろんヨーロッパのキリスト教社会だとどこも綺麗だけど、一番有名なのはやっぱドイツだから、フランスの中でも一番おそらく綺麗だって言われてるのはドイツに近いアルザスとか東の方の方が、そのカルチャーがより色濃く残ってさ、多分僕まだ行ったことないんだけど、でもストラスブールはすごく有名な市場があります。それはドイツに近い方なの？もう一番近い。もう本当昔ドイツと昔歴史的に何回も取り合ってるエリアなんだけど、アルザス地方、ストラスブールは本当に建築もパリと全然違うし、そうなんだ。パリの街並みもちろん美しくて有名だけど、家の作りがちょっとやっぱりドイツの感じ。なのでストラスブールの、クリスマスマーケットはとってもいい。ドイツって僕親友が
ドイツ人なんだけど、あとはいとこがドイツに住んでたりとか、結構意外と馴染みは深くて、本当にドイツのクリスマスは森に自分でモミの木を切りに行くらしい。本場だ。で家に持って帰って飾りをつける。そうなんだ、毎年やるのらしいです。そう10日ぐらいからお家の中とかはこう飾り出すかな。クリスマスツリーはフランス語でサパン・ドゥ・ノエル、サパンね。あと本当にこう信心深いキリスト教信者だったらサパン・ドゥ・ノエル、クリスマスツリーのすぐ横にちっちゃいクレッシュっていうのが置きます。クレッシュっていうとクレッシュってわかる？クレッシュ。クレッシュはもともと普段クレッシュっていうと保育園って意味があるんだけど、でもここのクリスマスで使うクレッシュは小さい小屋、なんかシルバニアファミリー、ああいう形のお家の中にロバさんと牛さんと、あとね聖人が何人かいて、要はセイントの人たちが何人かいて、で当然マリアさんもいて、で24日要はイブの夜に初めてイエス様のちっちゃいお人形を置く。その日に生まれるから。でそれまではイエスは置かない。ちっちゃい置物ね。本格的な人たちはそうで、そこが日本と違うよね。なんか日本はまあなんかラバーだよね。まあ恋人だけど、ちゃんとキリスト教の国だとやっぱそのキリストの誕生のお祝いだから、そこはちゃんとしてるかもね。そうでイブはやっぱり一番ちゃんとディナーを食べるね。24なんだ。24にちゃんと食べる。でめちゃくちゃ飲んで、でシャンパンも絶対飲んでます。シャンパン飲んで美味しいワイン飲んで、フォアグラと牡蠣とメインのローストと、で最後ビュッシュ食べる。いいね。イギリスは25にディナー食べるんだよ。そう。そうで、フランスと同じで家族でお祝いします。そこは日本と違うね。日本は恋人が最近はまあ主流になってるけど、家族のお祝い事だから、日本でいう結構お正月に近い感覚だよね。ちなみに25日は祝日だよね。やっぱそう25は祝日になって本当に日本のお正月みたいな感じで、だからみんな帰省して集まって、だから25はもうお店とか開いてない。絶対開いてない。そう開いてない。みんなお休み。開いてたとしても多分午前だけだよ。そうとかで、もう夜は本当にクリスマスディナー食べて、でイギリスだと26日がボクシングデーって言って祝日なんだよ。初めて聞いた。初めて聞いた？イギリスだけなのかな。そうなんかボクシングデーって言って、その日からだいたいクリスマスセールが始まる。コマーシャルなんだ。そこはねなんかコマーシャルで、だから25にみんなで団らんして、で26からはもう外に行ってショッピングを始めるみたいな。クリスマスプレゼントもらった後にまたショッピングするってこと？そう。すごいね。そうなんかね、そこはじゃあ本当にもう自分がなんか営んでたらめっちゃ売る時期なんだね。クリスマスはめちゃくちゃクリスマスで終わりじゃないってことだ。そう、クリスマスからが勝負ですね。からが勝負までじゃないんだ。そうから。うちはパン屋さんだったので、今もやってますけど、パン屋はクリスマスまでが勝負ですね。クリスマス終わると今度正月にまた別のイベントがある。それについてはちょっとまた後ほどだけど。はい、こんな感じでちょっとイギリスとフランスの絞っちゃいましたけどね、絞っちゃったけどでもすごい新発見めちゃくちゃあった。僕はもうボクシングでびっくり、最後の最後にぶっ込まれた。でもフランスのなんか美味しそうなクリスマスディナーの話聞いてもすごいお腹が空いちゃった。ご飯で持ちきりだからね。それ以外はもうあんまり僕の中では大事じゃないかな。美味しいもの食べれればいいかな。美味しいものがねやっぱり一番。みんなは今年どんなクリスマスを過ごしますか？なんかコメントいただけたら嬉しいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。バイ。バイ。